第1週として原野のユーコン川というテーマで話を進めます。カナダのブリティッシュコロンビアから国境を越えアラスカへ広大な原野を流れている川があります。ユーコン川です。私はその川の源流から河口近くのグレイリングまで一人カヤックを漕ぎ2700キロを縦断しました。そのような原野の中での体験を軸にしてこの話は進みます。ユーコン川の位置を説明します。これが日本。太平洋を越えて北米西海岸にあります。ユーコン川の源流はカナダ・ブリティッシュコロンビア州にあり、カナダ・ユーコン準州へと流れ込み、国境を越えてアメリカ合衆国アラスカ州へと流れ込みます。アラスカと日本の面積を比較してみましょう。アラスカに日本を重ねるとこうなります。アラスカの面積の方が広いことがわかります。アラスカの面積は日本の面積の4倍あります。この赤いラインは私がカヤックで移動した実際の軌跡です。3ヶ月かけて2700キロを漕ぎました。距離感を見るためにその軌跡を日本で伸ばしてみると、宗谷岬から宮古島に達します。ここで述べている原野とはどのようなものでしょうか。日本とアラスカを上空から同じ高度と同じ速度で比較してアラスカの原野の様子を見てみます。まずは日本の上空です。高度77,000メートル。旅客機が飛行する高さの約8倍です。今、九州の上空、左下に福岡が見えます。都市や田畑が占める面積に注目してください。杉やヒノキなどの植林地ではない天然の森はピンク色で覆っています。細かく分断されているのがわかります。前方に大阪が見えてきました。そして前方に名古屋、右側に静岡県が見えています。そして前方に東京、広大な関東平野が見えてきました。そのほとんどが都市や田畑に埋め尽くされています。東北に入ります。会津や仙台の上空を通過します。今、盛岡の上空です。青森を越えて津軽海峡を渡ります。そして北海道に上陸。今、札幌上空。北海道といえども都市や田畑の面積が多くを占めていることに注目してください。それではアラスカ上空を同じ高度と同じ速度で通過してみましょう。ベーリング海側から入ります。天然の森の色分けはしていませんが、この広大な面積の 99% 以上が原野です。今、ユーコン川が見えてきました。広大な湿原の中を大きく蛇行しているのがわかります。都市や田畑は見当たりません。道や鉄道も、日本のような林道も見当たりません。右手前方にやっと小さな町が見えてきました。人口6万人のフェアバンクスです。
日本とアラスカで人間が介在しない手つかずの自然が占める面積を比較してみましょう。アラスカの全面積は約150万平方キロメートル。日本の全面積は約38万平方キロメートル。地図上の面積とグラフ上の面積が同じになるように大きさを調整しています。アラスカを占める町や田畑の面積は 1% 未満、0.1% 未満と書かれている資料もあります。残りの 99% が人の手の関わらない原野です。道路や鉄道なども極端に少ないため、動植物にとって自由に移動できる分断されていない一つの大きな原野になっています。日本はどうでしょうか。町や田畑などが 34% を占めます。残りの 66% が森林です。多いと思ったでしょうか。それとも少ないと思ったでしょうか。その森林のうち 46% が木材生産のための杉やヒノキなどの人工林です。残りの 54% が二次林を含む天然林です。さてその天然林ですが、先ほどの動画でわかるように細かく分断されており、動植物の移動が町や道路によって妨げられています。一番大きな分断されていない一塊の天然林はどこでしょうか。おそらく北海道の大雪山国立公園でしょう。その面積は天然林の 1.6% です。人間が関与せず、そして分断されていない土地は生物多様性にとって必須です。日本とアラスカでその面積を円の大きさとして見比べてみると、その規模の違いがわかります。ユーコン川の源流は氷河の水が溜まった湖です。私の旅はそこから始まりました。まるで数珠のようにいくつもの湖が細い水路でつながっています。湖はとても大きいので、4つの湖を抜けてやっと流れのある川へとたどり着くまでに2週間以上かかりました。そのスタート地点となるベネット湖の場所を見てみましょう。まずは日本、そして太平洋を越えてカナダへ。そしてベネット湖へ。緑色のテントのマークは私が野営した場所です。赤い線が私が実際にカヤックを漕いだ軌跡です。遠方の山が白く氷河に覆われています。氷河が溶けて湖を形成しているのがわかります。このベネット湖の大きさがつかみにくいので、関東平野と比べてみましょう。関東平野を重ねてみると、いかに湖が大きいかがわかります。実際にその場所を私が撮影した動画で見てみましょう。
いい朝。6月2日午前6時。聞こえてるかな、この音。ユーコン川の中流域にユーコンフラットと呼ばれる領域があります。名前の通りフラットな平らな場所です。山に囲まれた窪地に川が運んできた土が堆積してできた平野。日本で言えば山梨県の甲府盆地のようなもの。その場所がここです。傾斜の強さを色で表すと、全く傾斜のない平らな場所が見えてきます。そこがユーコンフラットです。甲府盆地と同じような盆地とも言えますが、しかしそのスケールは大きく異なります。なんとその面積は甲府盆地の100倍。周囲の山は地平線に隠れて見えません。カヤックで縦断するのに2週間はかかります。見比べてみましょう。ユーコンフラットに甲府盆地を重ねてみます。すると甲府盆地どころか関東平野から名古屋まで入ってしまいました。ユーコンフラットは東西に約290キロ、南北に約190キロも広がっているのです。ユーコンフラットを生み、その中央を流れるユーコン川の上空を飛んでみましょう。緑色のテントのマークが私が野営した場所です。広大なユーコンフラットの平野の中でユーコン川が網のように複雑な流れを作っているのがわかります。川幅は広いところで 2km ほどもあります。スケール感が分かりにくいので、同じ高度と同じアングルで関東平野と見比べてみましょう。
流れが複雑なので、水の上のカヤックの視点からではどこが本流なのか見極めるのが難しく、流れの浅い支流に迷い込んで座礁しないようにするのが大変でした。ユーコン川のスケールが日本の川とは比較にならないほどに大きいことがわかります。荒川とその大きさを比べてみてください。川の両サイドの湿原に昔川が流れた跡が三日月湖となって無数に残っているのが見えるでしょうか。これが自然のままに流れる本来の川の姿です。どこまでも平らなユーコンフラットが続きます。Okay, I'm at a 350 out of 14 direct Robinson, 6106. Southwest 5259 direct Robinson. Frontier 1260 vicinity to Silver 3 arrival, Philly altimeter 2997, 300 knots of radar. 300 or better, vicinity of the Silver 3 arrival, Frontier Flight 1260. 106. That's all right tonight, we're starting to get light chop out about 25,050. Southwest 695, I got you checking on clear direction, Ricky. Who had a question about the rise around 25, I heard? Yeah, on the 250, 5106, we're getting light chop, light turbulence. So that's Southwest 5106? It's affirmative. It's the, Delta 2542, how'd you ride? では実際に私がそこでカヤックを漕ぎ撮影した映像を見てみましょう。7月23日の行程です。この赤い軌跡が実際に私が漕いだルート、ユーコンフラットの入り口にあたります。この映像は周囲360度を撮影するために右側だけを漕いでカヤックをわざと旋回させています。山や丘などの起伏は一切見えず、世界は地平線だけで囲まれています。2日後の7月25日、ユーコンフラットに入ってから3日目ですが、山や丘などの起伏は未だ一切見当たりません。民家や道路や田畑などもなく、平らな原野だけが広がります。
この地平線だけしかない世界が2週間もの間続くのです。川の水には微細なシルトが浮遊していて、1センチ下が見えません。広い海の中を黒潮がまるで川のように蛇行しながら流れているように、だだっ広い川の中で本流という川が蛇行しながら流れています。しかしそれは目で見てわかるものではなく、経験による勘に頼るしかありません。もし本流を見逃して浅い支流に迷い込んでしまうと、そこから脱出することはできず、座礁して水圧にカヤックが押しつぶされてしまいます。浅瀬に乗り上げた倒木の横を、周囲をよく見渡しながら慎重にゆっくりと通り過ぎます。第2章としてインプットとアウトプットというテーマで話を進めます。インプットがあり、そしてアウトプットが発生する。機械とはそういうものですね。センサーからのインプットに応じてアウトプットとしての動作が決まる。単純な昆虫なども同じです。触覚が右方向に餌の匂いを発見するというインプットに対して、右方向に進路を取るというアウトプットが生まれる。はるかに複雑な人間であっても基本は同じと言えます。親から、友達から、社会から、学校から受け取る経験というインプットに対して、その人の個性が生まれ、どのような思考や活動を取るかというアウトプットが生まれる。そのように捉えると、クリエイティブな活動をしたければ、豊かなアウトプットを生み出したければ、自分にどのようなインプットを与えるのか、すなわち自分にどのような経験を与えるのか、そのことがとても重要であることがわかります。なんだ、そんなことは当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、そのあたりをもし深く探ってみたければ、自由意志について今現在科学者がどのように捉えているか調べてみてください。豊かなアウトプットを生み出したければ、今いる見慣れた環境から一歩外へと飛び出し、想像だにしなかった世界を見て、聞いて、感じて、考える必要があるということでしょう。でも、何もわざわざ外の世界を経験しなくても、すなわちインプットなど必要とせずに、頭の中だけで豊かな想像を、豊かなアウトプットを生むことはできないのでしょうか。持って生まれた才能さえあれば、体験や学習など必要としないのではないでしょうか。私はそうではないように思います。例えば、特定の計算やスケッチや空間把握などで常人を超えた才能を生まれながらに持っていたとしても、それは動物として祖先から引き継いだ基礎能力が突出したものであって、確かにそれらは素晴らしいものではありますが、より高次な創造性はさらにその先で
人間特有の脳が学習していくものなのではないでしょうか。人類は変化を続けています。環境破壊などの面では、その変化は今のところ対価と見えそうですが、世界や自分への理解を急速に深めているという面では進化と言えるでしょう。自分とは何かを理解できる脳科学も近年急速に発達し、今や医療にとどまらず社会の在り方にすら深く影響を与えつつあります。そこでインプットの重要性という議論を脳科学を軸に捉えてみます。ホモ・サピエンスの脳は大きく2つに分けて考えることができます。祖先の動物から引き継いだ我々の行動や感情の大部分を生み出し、生命としての根幹をなす部分、爬虫類や他の哺乳類と共通な部分です。そして人間だけが大きく肥大させた自己の認識やコントロール、論理的思考などを生み出す部分、おでこの裏にある前頭前皮質です。そのどちらもがあなたそのものであり、どちらか一方に重点を置くことはできません。どちらも豊かにする必要があるのです。では、それぞれにどのようなインプットが求められているのでしょうか。まずは次の第3章で、祖先の動物から受け継いできた脳の方を、そして第4章で人間特有の脳の方を取り上げていきます。第3章として、あなたとあなたの体が知らない世界というテーマで話を進めます。ホモ・サピエンスの歴史を振り返ってみましょう。その誕生は約20万年前と言われています。それから長い間、原野の中で狩猟採集生活を、農耕が始まってからも原野のある環境の中で生きてきました。産業革命が起こり、原野から隔離された都市生活が始まったのは250年前。20万年もの間、原野と共に生きてきたのに対して、都市生活はたったの250年です。その歴史から考えれば、まだ瞬間の出来事です。現代では、原野といえば特殊な環境を指す言葉となってしまいましたが、ホモ・サピエンスの歴史の中では、都市よりも原野の方が普通のことなのです。人類は20万年もの間、いや、それどころか、哺乳類という枠で考えれば2億年もの間、原野での生活に適応しながら進化し続けてきた体と脳、それをたったの250年で変えるようなことはできません。その間、たったの12世代では、進化と呼べるような遺伝子の変化は生じません。私たちの体と脳は、未だに原野の中で生きるようにできています。それを象徴するかのような事象は肥満の問題です。動物や狩猟採集生活者は次はいつ食事にありつけるのか何の保証もありません。体と脳は原野で生き延びようと貴重なカロリー摂取という千載一遇の機会を逃すわけがありません。高カロリーで美味しい油や砂糖がいっぱいの食料を見つけると、他の誰かに取られる前に飛びつき頬張れと脳は命令を下します。将来病気を導いて寿命を縮める結果になろうと、そんなことにはお構いなしです。それらが安易に手に入る現代社会には脳と体は適応していないのです。それと同様に原野の中で生き延びるために不可欠であった鋭く繊細な感覚器官も失われることなく持ち続けているはずです。なぜならば、それらが退化するには250年という期間はあまりにも短すぎるのです。
大きな刺激にあふれ返っている都会にはない繊細で豊かな情報が原野の中には、大自然の中にはあふれている。そこに行けば私たちの中で本人にすら知られることなく出番を待ち続けている繊細な感覚が眠りから目覚め、それらを受け取ってくれる。そう思いませんか？もしその豊かなインプットを受け取ったならば、アウトプットはどうなるのでしょうか。残念ながら自然の破壊は進んでいます。皆さんがそれを体験したくても、原野が身近に存在しないためにとても困難です。しかし直接体験できなくても、知っていることはとても大切です。目印もないのに大海原を越え、大陸から大陸へと移動する渡り鳥。そのように動物の感覚がとても優れていることは知っていると思います。そして人間も変わらぬ動物です。まずは動物の神秘を直接見て感動してみませんか。世界には100万種類もの動物がいます。原野ではこんな経験をします。友達と2人で川を下り、別々のカヌーを漕いでいました。友達は遠く数百メートルも離れてしまい、点にしか見えなくなりました。ちょっと待ってくれよ。その先で上陸してくれ。驚いたことにそんな距離でありながら、普通の声量で会話ができたのです。またこんな経験もしました。カナダを漕いでいた時のことです。テントで寝ている時にジェット戦闘機の爆音を聞きました。カナダの空軍が演習でもしているのだろう。あまり気にせずそのまま寝ました。しかし翌朝起きてびっくり。終着点の村が近づいてきたので、何キロも離れた丘の上に線にしか見えない道路があったのですが、その上をたった1台の車が走っていました。トラックではありません。普通乗用車です。なんとそのタイヤがアスファルトの上を転がる音だったのです。何も私の耳が特別に素晴らしいわけではありません。皆さんも原野の中で一人過ごせば自分の変化に気づくはずです。経験上3日は必要ですが、人間の耳は自分が思っているよりもはるかに広いダイナミックレンジを持っているのでしょう。自分の耳もまた動物のそれと同じであり、はるかに繊細な空気の振動ですら感じ取ることができるのだということに我々が気づいていないだけなのでしょう。我々の近代生活は大きくて刺激的な音や情報に埋もれています。生まれてこの方その世界が普通なため、音のない情報がない世界に不安すら感じます。公園を散歩しているのにラジオを鳴らしっぱなしにしている人も見かけます。何もなく静寂で単調な原野の中で何日も過ごすなど怖くて退屈極まりないと想像します。しかしながら原野の中には飽きることなく移り変わる繊細だがとても豊かな情報に世界に満ち溢れています。一度それを知ってしまうと都会の単調な繰り返しでしかないありように逆につまらなさを感じるほどです。そのことは例えば地球の磁場を感じる鳥の世界観を私たちは決して理解し得ないように、この原野の音の世界がもたらす世界観もまたあなたが体験しない限りやはり理解が難しいことだと思います。さて皆さんは音で見る空間の感覚を体験したことはありますか？
それはどのようなものでしょう。ところで、私が話す上でも、そして皆さん自身も一つ気をつけておきたいことがあります。それは科学の枠組みの中で考え体験することです。超自然的な何かの存在や何かの超感覚、またドラッグが生み出す幻覚の類と混同してはなりません。それらを誤って追い求めても真の創造的な仕事はできないでしょう。しかし感覚は主観的な経験であり、計測機器などで測定し科学として扱うことは困難であるため、論理的に考え十分気をつけなければなりません。第4章として視覚を超えた認識というテーマで話を進めます。前章では人間は他の動物とほとんど変わらない、人間は他の動物と同じような感覚を持っているのだと伝えました。しかしまた同時に人間は他の動物と全く異なる存在でもあります。はるかに肥大化した前頭前皮質という脳組織を持っているのです。ここに人間らしいさまざまな機能があります。論理的に物事を考察することができるようになったのもそのうちの一つです。アラスカはその一部が北極圏に入ります。北極圏とは夏になると太陽が全く沈まない白夜となる、そして冬は全く太陽が昇らない北極を中心とした深淵の領域です。今、赤道を見ています。北上するとアラスカがあります。そのアラスカは北極圏に接しています。次の映像はほぼ白夜の6月のカナダで私が撮影したものです。ユーコン川は北極圏の一部と、そしてそのわずか下を流れています。カヤックが漕げるのは川の氷が溶けている春、夏、秋の3ヶ月間。6月7月は夜空のないほぼ白夜の日々が続きます。たとえ夜中と言える時間であっても明るいので、昼夜関係なく好きな時に都合の良い時に行動できるのです。ただでさえ毎日キャンプで時計のいらない生活なのに、昼夜の境がなくなったので、1日24時間も意味を持ちません。2ヶ月もの間続く1日のない世界。夜の11時半。星空を見ることがない。途切れることなく続く夕日と朝日。
ユーコンフラットには地平線しかありません。人も町も畑も牧場も鉄道も道路も何もありません。もちろんスマホもつながりません。上半分の半球には空、下半分の半球には水、そして森の薄い層がなす360度を取り囲む地平線。ただそれだけです。世界には線しかないから比較対象もありません。川は長いのか、それとも短いのか。俺は大きいのか、それとも小さいのか。そんなことは比べる相手がいないから意味をなしません。2週間もの間続く地平線しかない世界。アラスカを漕ぐ、ユーコンを漕ぐ、白夜の一日のない世界を漕ぐ。そこは時間の概念が失われた世界。遮るもののない地平線しかない世界を漕ぐ。そこは空間の概念が失われた世界。時空の概念が失われた世界を漕ぐ。そこでは何を見て何を感じるのでしょう。実際自分がどのくらいの間この川を漕いでいるのか、その実感は変わり、まるで1000年も漕いでいるようでした。アクシデントに巻き込まれると世界がスローモーションになるように、また薬物でも変化するように、人間の時間感覚はそもそも確固たるものではないようです。果たして時間とは何者なのか、それともそもそも幻なのでしょうか。水と空と地平線しかない。自分の大きさを定義する相手、自分のいる場所を定義する相手、そんな時間と空間の相対的な尺度が失われるからなのか、実際世界に対する私の存在という感覚が変わってくるように思えました。そしてまた考えさせられます。もしかしたら私という自我の意識は他人の存在があって、社会という存在があって初めて生まれ出るのではなかろうか。しかし実際に物理的な時間や空間がそこで変化しているわけでは全くありません。物理法則は宇宙のどこでも不変です。東京と全く同じ時空がやはりアラスカの中にも存在している。変わったのは私の中でのその捉え方。じゃあこんな体験は意味がないのでしょうか。夜空に天の川を眺めて宇宙を不思議に思ったことはありませんか。原野の中で時間と空間を不思議に思ったことがありませんか。科学が多くのことを解き明かした現代であっても、いまだにこの宇宙は不思議なところです。尽きることのない謎に満ち溢れており、科学者はいまだに追い続けています。その謎に興味を覚え、追求し、創造的な仕事をしているのが人類の進化した前頭前皮質です。当たり前だと思っている世界の奥底に潜む不思議を見つけ出せることが人間の素晴らしさです。
紀元前500年頃、空間という概念に気づいた人類は、遠近法という絵画の手法を発明しました。今となっては当たり前であり、誰もが理解していることですが、当時は大きく概念が変わる出来事だったことでしょう。20世紀初頭には、アインシュタインが相対性理論を発見しました。この世は時空がねじ曲がった世界であるというのですが、それは人間にはもう直感的に理解するのが不可能な概念であり、世界を大きく変えました。今となっては当たり前の事実であり、この理論なしには携帯電話の一つですら作れないのですが、全頭全皮質をフルに活動させ、世界の不思議に思いを馳せる。それがどのような形でこの先の私たちの活動に結びつくのでしょうか。それがどのような形でこの先の社会に役立つのでしょうか。それは誰にも分かりません。分からないことだから誰も教えてくれません。自らが追求する必要があるのです。孤独の作業です。何の保証もありません。しかし、それが創造という人類に求められた仕事なのであり、だから称賛すらされるのです。そして、誰にもわからないから面白いのです。不思議を実感するために、原野の中に出かけましょう。